ご視聴ありがとうございます。今回は大阪と神戸を結ぶ阪神本線にある困った駅のご紹介です。拠点駅のど真ん中に居座る急カーブがもたらす悩みと、そこから生じる運用上のポイントを解説します。急カーブならではのサウンドとビジュアル、そして高架下の静かな池に注目です。その駅が阪神本線の御影駅です。阪神は大阪梅田と元町を結ぶ阪神本線に、大阪寄りの尼崎で難波線が分岐し、大阪の南の拠点である難波を介して近鉄に直通しています。一方、西の元町駅からは神戸高速鉄道を介して山陽姫路駅まで線路がつながっています。隣を走る阪急神戸線が途中の新海地までの乗り入れなのに対し、阪神はさらに西まで乗り入れています。この辺りの下りも後々出てきますので覚えておいてください。路線と駅をざっくり解説したところで、阪神本線のターミナルである大阪梅田から山陽電鉄に直通する直通特急山陽姫路行きに乗車です。この列車は阪神の車両での運用です。大阪梅田発着の列車は最長6両で運行されています。大阪神戸間で並走する阪急や JR に比べカーブが多い阪神本線。速度制限を抑えるために関東を急にした曲線も多く、巧みなハンドルさばきで加減速しながら速度を保ちます。拠点駅の一つである尼崎駅の一つ手前にある大物駅で難波線の線路が接近してきます。車庫を横目に尼崎駅に入線し、前を走る列車に追いついたりしつつ、大阪梅田から20分余り、一つ手前の住吉駅を通過です。次の御影駅まで600メートル弱しかありません。ただし、駅のホームが見えているところで、線路は左カーブを描いています。列車の速度もぐんぐん下がっていきます。注意信号で45キロの制限を受けますが、駅構内の速度制限標識はそれより遅い35キロ。進入する線路こそ本線側ですが、すぐ先にカーブがあるため、対比線側とほとんど同じですね。右下に見えていた曲線表では、半径160メートルのカーブとなっています。本線とは思えないようなカーブが一旦終わると、短いガーダー橋を挟んで再び左カーブになります。ホームの中央あたりでも相変わらずホーム幅は狭く、6両編成の列車はホーム幅がかなり狭くなった終端ギリギリに突っ込んでいきます。下り方はすぐに伏線には戻らず、少々複雑な配線になっています。この駅が今回ご紹介する御影駅です。構内を詳しく見ていきましょう。ちなみに、駅西側の道路を北に1キロ余り進むと、阪急神戸線の御影駅があります。名称こそ同じですが場所は離れており、阪急側は普通車しか止まりません。次の普通車が到着です。ちなみにこの車両は、ジェットカーの名称で知られる車両で最も古い5001型。阪神では、普通車用と急行用で車両が明確に区別されており、普通車用は青色を用いた青銅車と呼ばれています。対比線側に4両編成が入線した際、前後の2両分は曲線部にかかっているため、注意喚起のライトが点滅します。ただし、中央の2両分も車体が触れることでホームと干渉するため、ホームが削られているのがわかります。ホームの端のゼブラマークは、対比線側もホーム全体に貼り付けられています。これだけの急カーブにある駅でありながら、構内は2面4線の構造となっており、普通車と速達列車との接続が頻繁に行われています。ここは平日の朝ラッシュに運行される区間特急と一部の急行の始発、終着駅であり、運行上も重要な役割を果たしていることが伺えます。大阪梅田を発着するすべての列車が停車する一方、近鉄に乗り入れる快速急行は通過駅となっています。その快速急行は、芦屋駅や今津駅、向川駅が変則的な停車パターンになっており、裏がありそうな感じです。幅が狭いこともあってホーム上は結構混雑しますが、この狭さゆえ、待合室はありません。ベンチも背中合わせではなく、互い違いに並んでいます。屋根を支える支柱や屋根の骨組みを見る限り、なかなか歴史のある駅のようです。さらに登り方に進んでいきましょう。この駅の階段は1箇所だけで、エスカレーターはありませんが、上下線のホームにはエレベーターが整備されています。ただしこの辺りにはベンチがなく、エレベーターを降りてベンチに向かうには、あの狭い階段横を通らなければいけないようです。上り線も急カーブになっているため、発車した上り直通特急の床下から
凄まじい轟音が響きます。しばらく歩くうちに、ホームの終端にやってきました。下り線のホームは、全長120メートル弱しかありません。阪神や山陽の車両は1両の長さがおよそ19メートルで、6両編成では114メートル。ホームには収まりますが、やはりギリギリな感じです。対比線側にも6両が止まれますが、そちらはもっとギリギリになっています。再び、下り普通車が入線です。ホームのへりに注目すると、車体との隙間をギリギリまで詰めるため、ホームがうまく削られている様子がはっきりわかります。ちなみにこの分岐器、開く角度が線形とうまく合わなかったのか、すぐ後で角度が戻されているように見えます。気のせいにも見えますが、なんだか怪しいですね。反対側のホームに移動です。あの狭いホームの下ですから、階段は直角に折れ曲がっており、窮屈な感じです。上り線のホームは下り線側に比べて下り方にずれており、ホームの中ほどから下り方は、ホーム幅が非常に狭くなっています。ちなみに、1番線の反対側にあるのは、かつて使用されていた貨物用のホームです。現在は使われておらず、改札階とつながる動線もありませんが、ホーム自体が解体されることはなく、屋根もしっかり残っています。ホーム上にある広告板も放置状態ということはなく、役目を果たしているようです。この駅の歴史を示す痕跡をホームから見ることができますが、駅の歴史を語るもう一つの施設が、実はこの線路の真下にあります。先ほどの前面展望で通り過ぎたガーダー橋は4線すべてにまたがっており、ホームのど真ん中を川が貫いているのかと思いきや、線路の傍らには、沢の井と書かれた看板があります。線路がまたいでいるのは、川ではありません。その場所へ向かうため、駅の外に出てみましょう。階段を降りて回り込み、駅の南側に出ます。駅の北側には大規模な商業施設もありますが、南側はそれと比べると小さめのビルが多く見られます。そして、先ほどのガーダー橋の真下には、鳥居のような門が。門の上には、沢の井と書かれています。実はこの場所には、噴水付きの井戸があるのです。この井戸にはその昔、皇后が化粧のため姿を映したところ、その姿が鮮やかに映し出されたという言い伝えがあります。御影という地名は、姿の影に、継承の実をつけたのが由来ともされています。かつては水を飲むこともできましたが、阪神大震災後に水質が変化し、現在では飲用には適さなくなっています。ホームに戻り、下り方に進んでみます。相変わらず幅の狭い島式ホームですが、下り線側とは少々異なる部分があります。真ん中あたりで屋根の構造が変わります。現在ではホームのほぼ全体に屋根がありますが、かつての屋根はもっと短かったようです。また、右側の1番線の曲線半径は140メートル。下り線の160メートルよりも急なカーブです。太いパイプ式の支柱がホームの中央に居座っているので、それを避けながら進んでいきます。ホームはまだ続きますが、狭すぎるために乗車位置目標は貼られておらず、継ぎ足された展示ブロックも突起の少ないものになっています。曲線上のホームなので監視モニターもありますが、車体と接触しないギリギリの場所に収められているところに、この駅の苦労が伺えます。ホーム上からだと影になってしまいますが、曲線部には転落検知マットがずらりと並び、安全対策は万全です。下り方に見えるのは、かつて阪神が複々線化の計画を進めていた頃に確保した場所が、留置線に転用されたものです。隣の石屋川駅のさらに下り方には車庫があり、御影駅を始発、終着とする列車が設定されているのは、それも要因の一つです。上り普通車が到着です。この列車もこの駅で速達列車を退避しますが、下り線とは違い、本線側である2番線に入ります。その取り扱いはもちろん、阪神随一の急カーブにある、この駅の特性を考慮したものです。2面4線の駅の場合、内側2線か外側2線が本線となるのが一般的ですが、この駅の場合、曲線の外側、上り線側から番号が振られた4線のうち、1番線と3番線が速達列車用のホームとされています。これは、乗り入れ先の3陽に、車体の下のすぼみが大きい車両があり、ホームとの間隔が開きすぎないようにするため、ホームが曲線の内側に来るようにしているのだと言われています。ちなみにその車両が、ちょうど1番線に入線している、5線系のグループです。
上りホームに関しては、2番線側の梅田寄りに固定式の柵が設けられています。6両編成用の停止位置目標も設置されており、停車自体はできますが、2番線での客扱いはできません。施設の条件が良くない中、それを設備や運用で補っているのがわかりますが、この駅にはそれだけではカバーできない、もう一つの弱点があります。それが、下り本線にやってきた、この列車です。この駅唯一の通過列車は、序盤の停車駅案内にも載っていた、快速急行です。轟音を響かせながら低速で走るこの車両は、これまで見てきた車両とは、車体の大きさが違います。そう、この車両は、以前ご紹介した桜川駅の動画にもたびたび映っていた、近鉄の車両です。快速急行は山陽には乗り入れず、阪神か近鉄の車両で運行されます。そしてこの種別こそが、御影駅に現在も残る弱点の表れなのです。近鉄の車両は阪神や山陽よりも長く、1両あたりおよそ21メートルあります。6両では126メートルで、御影駅のホームには収まりません。現状でもこのギリギリぶりですから、近鉄の車両が必要とする12メートル分のホームは確保できず、2009年3月に近鉄に直通する快速急行が設定された時、阪神の車両で運行されるものも含め、全列車が御影駅を通過することになったのです。一部の車両のドアだけを開かないようにするドアカット装置を搭載する手もありますが、阪神の駅のために近鉄の車両にコストをかけるわけにはいかず、通過させることに落ち着いたようです。近鉄の車両が乗り入れる前、2008年の暮れには、ホームの端の一部を削る工事が行われました。長い近鉄の車両がホームに接触してしまうためで、狭いホームがさらに狭くなってしまいましたが、2010年の駅リニューアルの際にホームの端にくし形の部材が追加され、一定の改善を見ています。ちなみにこの改良工事では、ホーム自体のかさ上げや、ホームと改札を結ぶエレベーターの新設などが行われ、総額3億円の費用が投じられています。2020年3月のダイヤ改正で、土休日の快速急行が6両から8両に増車された際も、もちろん御影駅は通過のままでした。それまで阪神では、大手私鉄で最も短い最長6両での運行が行われていましたが、この増車に伴ってホームの延伸が行われた駅もあります。なお、5駅隣の芦屋駅に土休日の快速急行が止まらないのは、御影駅と同じく、ホームが足りないからです。芦屋駅は近鉄の6両でも止まれる長さがあるため、平日の快速急行は止まりますが、駅の両端に踏切があり、快速急行の8両化に先立つホームの延伸が行われなかったため、停車駅から漏れてしまったというわけです。一方、快速急行は全てが6両か8両というわけではなく、途中の尼崎で増改決を行い、尼崎より東の難波線内では最長10両での運行が行われています。尼崎で切り離して両数を減らしてもなお、ホームの問題が原因で停車できない駅があるというのは、なんだかもどかしい話です。施設の事情はかなり根深いですが、これらの駅の悩みが、いつか解決する日が来るといいですね。ご視聴ありがとうございました。